たこ焼き。そう、関西といえばたこ焼きですね。確かにね。あとあれ野球、阪神タイガースみたいな。阪神って感じ。阪神対巨人を一回見に行ったことがあって、阪神の応援、なんかもう野球の応援ってめちゃくちゃすごいですね。確かに。本当に阪神の人たちってマジ熱烈すぎて。野球さんそれカートはさ。それ阪神。阪神。へえ、すごい詳しいね。詳しいでしょ。すごいね。見ないのに知ってんだね。マジ阪神。でもその時はマジで面白かったんだよね、野球。そうなの？その時は好きだったの？いや別に好きじゃないんだけど、見に行ったら見に行ったでめっちゃおもろいの。なんか球場ね、美味しいものが多いの。そうなの。それなんか美味しくて、しかも野球のルールが分かんなくても周りの人たちがすっごい熱烈だから、それがもうその熱が面白いの。野球の話になっちゃったわ。本当だよ。私は実はですね、大阪に2年ほど住んでたことがありました。ああ、そうですね。そういえば、はい。そうなんか仕事関係だったんかな。大阪詳しいですよ。だって2年住んでたんだもんね。もう地元って感じじゃん、2年って。そうですよ。そうっすよね。私はね、海遊館がめちゃくちゃ好きで、そうめちゃくちゃ行ってました。年パスとかあんの？海遊館。年パスあるよ。めっちゃいいね。海遊館っていうのは本当にめちゃくちゃ広い水族館です。ジンベエザメがいます。いや行きたいな。いや私もね、実は友達にね、大阪の人が多くて、本当話しやすいんですよ、関西の人って。関西の人が一人いると話がすごいもうスムーズになんか回るね。いいね。話が上手なの、あの人たちは。そう。じゃあせーのでどう？いける。せーの。夜にお手紙交換。サメごっこ？サメごっこ。ブランコのやつだ。違うよ。滑り台とかのやつね。滑り台で、多分あれはね、何歳かな。なんか幼稚園とか小学校上がる前、小学校も多分やってたけど、公園の遊具を使って、高いところにいる人をタッチする遊びをレイちゃんとか、同じマンションに住んでる人たちとめっちゃやってたっていう記憶があります。全然ないな。私はね、夜私2段ベッドに寝てたんですよ。私下。あんた上だからね。私上だった。あんた上だからね。私上だった。怖っ。私あなた上よ。そう。本当よ。怖っ。私上だった。あなた上だったよ。それで暑いやつ行っても夏。上が暑いからさ。言ってたかも。この人は上でお手紙を夜書いてこうやって渡す。よくさ、なんか学校とかで女子同士がさ手紙交換するじゃん。それみたいなのを上下の2ベッドでやってたよね。それでとか言って手紙みんなにって読んでやってた。懐かしい。懐かしい。でもさっきのさ、サメごっこで言うとさ、なんでもごっこっていうゲームやってなかった？そう、なんでもごっこやってた。なんか自分の設定を決めるの。私はセーラームーンでどうたらこうたらでいろんな魔法が使えてみたいな、なんかそれぞれのキャラの設定作って、それでなんかそれだけそれだけでも分かるよ、私もやってた。やってたよね。やってた。こいつね、マジね、そのサメごっこの時マジ性格悪くてね、私を陥れようとしてたよ、こいつ。してない、マジ記憶ないんだけど。何サメごっこって。本当覚えてないの？本当覚えてない。サメごっこだっけ？ワニだよ、ワニ。ワニ？違うよ、サメだよ。サメ？多分サメ。いや、私たちはね、ほんと年一で旅行に行くの。ママとか弟とかをみんなと一緒に旅行に行ってますね。2020年から行けてないけど、本当にそれまでは毎年1、2回行ってたの。でもどこに行ったっけな。どこに行ったかって言われると結構温泉が多い。そう、箱根だったり熱海だったり、やっぱ温泉が多いですね。あと冬はね、ママがねできないのにスキーやりたいとか言って、そうそうそう、スノボ行かないとか言ってくる。それで旅行に行ってますね。行ってますね。いや行きたいな、マジで。行きたいね。最近マジ行けてないからね、めっちゃ行きたいんですけど。ほんと最初もう始めたての頃はりおちゃんにもうこっち1分でやるよって言っても、いやお金がないから無理っていう感じだったけど、そのじゃあ固定でこの金額渡すから再来月からやめてみたいな感じだったらいけたんだよね。オッケーとか言ってすぐにねやめるわとか言って、それから安定しだしたからそれならオッケーみたいな。そうだったよね。私はゲーム会社で働いてまして、もうゲーム会社ね3年ぐらいかな。その前までは私も接客業してました。でゲーム
会社で、デザイナーみたいなことやってて、3D とか、やってて、そっから作ったモデルがオメシスでしたみたいな。そうだ。なんかね、仮で作ってたモデルでちょっと VTuber やってみようってなって、そこからスタートでしたね。VTuber のライバルはコピーですね。旅の動画とかもそうだね、私たちもやりたいなっても。あとホテルのさあれとかね。そうだよね。VTuber を始めた最初の方もポンポコ24に誘っていただいて、でなんか本当にそこからずっと仲良くしてくれてる、唯一の VTuber の友達みたいな感じだったんですよね。そうだね。そうだから良き友でありすごい良きライバルですね。そうですね。遊んだ時とか、すごいね、YouTube これからどうなるみたいな話とかすごい盛り上がるもんね。彼毎回同じ話じゃね、多分。確かに毎回同じような話をしてね、お互い頑張ろうで終わるよね。そうそうそうですね。めちゃくちゃなんかさ言うのなんかそれヒカキンです。ヒカキンさんです。ヒカキンさんのお家行きたいな。やっぱヒカキンさんのお家で、ヒカキンさんの猫ちゃんたちと戯れたりした。はじめ社長さんの3億円の家に遊びに行きたいな。行きたい。なんで恐れ多いんだお前、やめとけよお前は。やめた方がいい。でもそうだよ、そういうでかい目標を持った方がいいもんね。そうだよね。そうだよそうだよそうだよ。私はコナン君のいつもそれ言うわ。いつもそれ言うわ。なんて言うんだっけ。メタヒューマンっていうすごいリアルな人間みたいな 3D モデルを作れるアプリがありまして、それでアニメを再現しろみたいな動画があるんですよ。全然再生数伸びませんでした。でも私は本当に一番面白いと思ってマジ涙出るぐらい笑うから本当にね。本当に面白いんですよ。後で送っときますね URL。概要欄に貼ってもらおうかな。私なんだろうな。やっぱリオちゃんにドッキリ仕掛ける系のやつで、じゃんけんひたすらリオちゃんが勝ち続けたらどうなるかっていう企画ですね。これはバーチャルの技術的な部分もしっかりと作り込んだというか、コントローラーのボタンを押すとじゃんけん出せるんですけど、指ひたすらリオちゃんの方が勝つっていう仕組みを入れましてそれでやってね、13連勝ぐらいして、すごい、ね、私ほんと天才かと思いましたもん。くさっと思ってそれ面白いのでぜひ見てください皆さん。世界平和を目指してるので、アプリとか作りたいなと思いますね。ゲームとか、なんかうんちゃんのゲームとか、確かになんかそういうの作ったり、ボードゲーとかね、作ってるんですけど、それをなんか結構もっとコンスタントに作ったりとか、できたらいいなって私は思います。確かに私もそう思います。あと個人的には本当個人的なやつですけど、やっぱ私エーペックスでプレデターになりたいです。それが夢ですね。やばすぎたよ。すごっ。だからあと5年ぐらいかかりますね。5年ぐらいでプレデターになれる。わかりません。なれないです。すいません。難しいですね。目指せチャンネル登録100万人。私は、YouTube ですごいオメシスの認知力が上がればいいなと思います。どういうことですか？どういうことですか？だからオメシスって正直そんな有名じゃないけど、すごい東海オンエアさんぐらい有名になりたいくて。有名になりたいんだ。有名になりたい。あ、オメシスでってなるぐらいオメシスを頑張りたいです。